よっ。うわなんかいるね。おうまい。当たりというものが明確に分かる。超過を上げたい方におすすめなのは73。でかい。おー、いいサイズですね。よいしょ。あー、先生に。必ず釣り人がたまに持ってってあげる。釣れる時はね、こうやってね、釣れるんですよ。ああとちいちゃん勝利。おお、雑だね。やっぱりね。ルル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 ル皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。今日は7月の2日、星尾。海の状況はベタなぎ、そしてちょっと雨です。千葉県飯岡港の三次郎丸さんからヒラメ釣りに挑戦します。ヒラメといえばこのお方、もうお隣にいらっしゃいます、鈴木慎太郎先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい、慎太郎先生ではなくて今日は慎太郎さんとあえて呼ばせていただきます。それなんでかなんだっけ、対決すんだっけ。メラメラしてますよ。すごいね。来てしまいました、この日が。教わる日じゃなくて今日はもう対決の日ですね。まあうまくいけばうまくいけうまば。く対決ができればで対決が成り立たなくなった場合には、教えてください。今日は慎太郎先生とバトルさせていただきます、バトルの内容、今回ね、餌、この生きイワシというね、ヒラメ釣りってイワシを使うわけじゃないですか。限界があるわけですよ。一人一人使える量が。大体ね、船屋さんでね、一人20匹くらいのね計算でね、餌は積んでくれてるんですけど、今回は餌5匹で何枚釣れるか。まあ一応ね、20匹積んでもらってるんで、これで決まんなかったらもう1回戦。もう1回戦5匹で最大4回戦できますから。5匹、そうイワシを使い切るまでに何枚釣れたかという勝負ってことですね。そういうことです。イワシってやっぱりヒラメ釣りしてる時に、どのタイミングで変えるのかってすごい悩むわけですよ。僕の場合は動かなくなる、死んじゃったら交換、尻尾がこうね動いてるうちは基本的には使ってますけどね、それには理由があるんですよ。元気のいいイワシが食うばっかりじゃないんですよ。元気の泳ぎ回るイワシは確かにアピールにはなるんだけど、ヒラメってこう餌を加えるでしょ。ライオンが狩りするのと一緒で、動けなくなるまで飲み込まないわけですよ。加えたままでこう首を振ってイワシが動かなくなるまで抑え込むわけですよ。その間に我々釣り人がゴン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 我慢できなくなっちゃって早合わせしがちになる。確かにアピールあるんだけど、バラシの原因が増えてくる。でじゃあかといってこうやってヨタヨタなのが本当に食わないかって言ったら一緒なんですよ。もう例えがライオンにしちゃうんだけど、ライオンがこう群れの中で狩りをするときに強そうなのを選ばないでしょ。食べやすいのを狙っていくわけじゃないですか。あいつも口がでかくて歯のある生き物ですよ。必ずガブッと噛みつくやつなのね。こうって吸い込む魚じゃない、歯があるんだから、抑え込む。確実にやっぱりかけていくっていうねところではね、ちょっと弱ってたくらいの方が個人的には具合がいい。杉田理論的にはもう生きのいいやつ、でかいやつ、とにかく攻め続けて、もう根がかり恐れるなスタイルでやってたんで、5匹となってくるとまた話変わってくるんで、それはね、昔のヒラメの先生たちがねこんなことをね言ってた記憶があるんですけど、それはねちょっと違うかなと。なので今回はね、限られた餌の中でどうやってイワシを扱って数を伸ばしていく、釣る釣らないの前のテクニックです。まあ私もヒラメ自信ありますから。自信あるもんね。夏のヒラメの釣り方のコツとかってあるんですか？ヒラメ釣りはね、基本的に一年中変わんないと思います。夏だからとか冬だからとかっていうのはそんなにないとは思うんですけど、やっぱね水温が高いっていうのと、餌となるベイトっていうのがイワシだけじゃなくてアジだったりとか、結構ね様々な小魚食べてると思うんですよ。だからちょっとね冬場よりも高めの棚だったり、ちょっと幅広く探せるといいのかな、夏はね。ちーちゃん、今日あなたが使う竿は何ですか？バイオインパクト。今回のねこのバイオインパクトのライトヒラメ、手に伝わってくる情報量が的確なんだろうっていう想像がつきやすい。同じ竿なんですね、ってことは条件はもう一緒ですよ。全部一緒だね。これでもうフェアですよ。今日一日よろしくお願いします。お願いします。勝負スタートです。これ大原と飯岡で釣り方とかってちょっと違うんですか？ヒラメの釣り方は基本的には一緒だと思ってる。基本的にはそこの状況、砂地なのかとか岩場なのかとか、なんかそういうのが感じられてれば釣り方はそんなに変わんないかな。なるほど。
社長いきなり食っちゃってる。えなんでいるよね、なんかなんだいっつもこうだよ。ヒラメじゃない？ヒラメだよ。ああ、社長が釣りました。社長は残念ながら勝負ではないけどね。なんだっエキサイトゲーム。け。めっちゃ当たりわかる。いい当たりだったね。ちゃんと待てた。回収の時もイワシちゃんが弱らないようにゆっくりゆっくり。大丈夫大丈夫。一回お前蘇生してあげる。おいでおちょっと送っちゃう？送り込んでみちゃう？この竿、そこの感覚めっちゃわかるかもしれない。重りが砂に当たってる感じがわかる。わかる。なんだろう、なんかさ、なんとか生きてるよ。買いたくなったら買えていいんですよ。大丈夫です。まだなんとか頑張ってました今。一番いい時期かもしれない。いい時期。さっきの先生のあれで言ったら、ちょっとね危ない。はい、また釣りました。社長うまいね。タコだ。行かないと思った。タコでした。タコ。この一匹のタコ嬉しいよ。しかもさ、ちゃんと孫針と親針くっついてる。いいね。ヒラメとタコでカルパッチョ。イエイ。ちょっとまたプレイドします。餌死んじゃうな。移動中に死んじゃう。非常に悲しいことが起こりました。お亡くなりになられました。22メーター。さあ仕事してくれこの餌。さあ。これは割と竿先の位置高いですね。当たりを取る釣りってさ、車のねハンドルと一緒で少し遊びがないと余裕がないわけですよ。今日なんかほらなぎだからあれなんだけど、外房ってどうしてもうねりがあるじゃないですか。そうするとそのうねりにねこう合わせていかなきゃいけないんで、当たったらすぐね合わせる釣りじゃないからさ、仕掛けをねやっぱりねある程度ねこうキープさせるのに、これで釣れなくなってくると竿先がどんどんこう下に下がってくるわけですよ。当たり欲しくなって、こうなったらもう釣れない。船の揺れに対応できなくなるでしょ。だから余計当たんないんだよね。当たりを欲しくなってくると下にね下げたくなるのが我々釣り人の心理ですから。基本的にはだから今こう風に打たして船は向こうに流れてるわけですよ。だから仕掛けはおのずと船の下に入っていく。そういう時はもう水平。要は仕掛けと竿っていうのこの角度が基本的には90度じゃないと竿曲がんないじゃないですか。竿って曲げてなんぼだと思って意識してるのはそういうところですかね。払い出しの時にはもうこの辺の位置になっちゃってて向こう行っちゃってるとね。私ストレート短め、あと餌張りもちょっと短めで、とにかくガンガンそこを攻めます。竿90度。これで振って当たりがないなっていう、こういう感じ。いつもの杉田スタイルだよ。当たりがなかったら竿を下げる。なるほど。どうせ不正解なんでしょ。ごめん、一回上げてください。2、3分移動して今度鈴木さんの得意の助走場に25メーター。何ですかそれ。根がかり気をつけてくださいね。絶対根がかりするじゃないですか。魚礁周りだって。水深25、6メーターのところに魚礁が2メーターぐらい点々と広く入ってます。逃げちった。早くシェイクシェイクしてる得意の。取ったのにな。今いましたね。完全なヒラメっぽかったですね。逃げられちった。行くよそっち。食った。嘘。いっちゃったよ。ヒラメだ。ヒラメでかいんだよ。あと10メーターです。うまくいったね。イエーイ、やったー。やれー。やったなんか美味しいサイズが釣れまして、
やばいね。さすが。先生さすがです。なんかでもあれですね、根がかりと紙一重みたいな感じですね。この魚礁の際のところなんじゃないかな。かじられちゃった。ああー。ちいちゃんやばい、俺あと2匹しかいない。ーちょっとちっちゃいのもいるんだよね、多分ね。食い切らないみたいな、当たりの数は圧倒的に先生がやっぱり寄せてるから。あ、ちいちゃん今入れたらドンピシャ。はい急ぎます。あー、社長のところに。でしょ。バラしました。当たったよね。これね、なんか変だな。先生やっぱ当たり出すのが早いぞ。ダメだ。ボロボロ。ちっちゃいのかな、まあ。残りの餌が2匹となりました。でも中にまだ1匹いるから全部で3匹や。悔しいね。もう一回やってみよう。ちょっと一回上げて。うわ、来た。おあ、すいません、今目撃しました。出ちゃった。ちっちゃいっすね。外れちゃった。あれ、俺この時点でもう負けじゃね。動画の尺短すぎない？短い。あっという間に終わっちゃった。短いです。あ、怖い怖い怖い。しっかりした根がかり。取れた？取れました。取れますね、これ。結構な根がかり人間なんですけど、うんすぐ分かりましたよ。あ、やばいやばいやばいってね。社長すごい。ああ、外れた。ちょっと待ってください。もう当たり出してる数が圧倒的に違うんですけど、私は全然当たり出せない。なんで？もっと上げなって。上げてみようね、じゃあ。やばいやばい。あ、でもすごい、このさ、本当に根がかりの危険指数 0.1 ぐらいですぐ分かる。なんか海底のゴンとかジョリとかと魚のコンとかとはちょっと当たりの違いが出るんで分かりやすい。これ当たりじゃね？え、これ当たりだよ。いる。おる。ああれ話したかな、また。あ、いるな。いますね。もう行っちゃいてんだけどな。ちゃんとかけとかないとね。もういいと思うんだよな。行っていい？あー、もうそう、先生の迷い顔いいっすね。行ってもいい？いや、いい余裕があるんだけど、もう。余裕あるんですか？よっ。うわー来ました先生。いたね。余裕持った合わせでしたね、今もう。ねえ。わかるんですか？なんかね、口の中に入るのが分かる時があるんだよ。針が。ヒラメ。釣れた釣れた。ありがとうございます。大体ね、俺ね、三次郎さんでね、船長ってやっててね、失敗したことないんだよ。すごいの、ここの船長。やるってなるとね、こうピンポイントでさ、スパンスパンスパンって、まあ飯岡の釣り方がそうなのかわかんないけどね。待ちすぎだよ。全部針食べちゃってるもん。無事捕まえました。ずっと食い逃げで。逃げられたね。サイズは夏ならではと言いますか。そうだね。まだね、でもね、やっぱ大きいヒラメいるんですよ。これからね、まだまだ釣れると思うけど、チャンスはあるんで。はい、ちょっと根がかりにビビって棚上げすぎてたかもしれない。大丈夫だよ。そのうち攻めたくなるから当たりがない。もう攻めちゃいました。もう待てない。もう待てない。はい。それ戻っちゃうと、お、社長当たった。いい当たりだよ。はい。さっきより重い？お。なんかこういうさ、ちょっとこう縦長タイプのヒラメってめっちゃ元気なイメージある。社長2枚目です。決められる。大丈夫。写真撮っちゃう。当たった。お。当たってる。かかってるもう。いいね。さっきが消えた瞬間に。おお。ありがとうございます。飲みすぎ
ちゃってるんだ。先生今餌何匹目ですか7匹目。 7匹目、今5匹目です。節約できてます。やっぱ朝の先生の注意が効きましたね。うまいうまい。やっぱ自信があるって言っただけあるね。いや、根がかりしたら怒られちゃうんじゃないかと。だからさ、それでもさ釣れるんすよ。ちゃんと来ますね。うん。いるの？あー、ヒラメ探検隊はヒラメ見つけるのはうまいですね。やっぱサイズなのかな。餌のイワシは結構いいサイズですもんね。ねえ、そろそろかな。熱いゾーン来ます。そろそろ。あ。来た？あれ？あれ？なんかほら怪しい気がするんですけど、これは。あ？話しちゃったんじゃね？なんかいるんだよ。なんかいるね。おうまい。やったー。のしっときた今。静かになんかハムってきましたね。お。お。やったー。ありがとうございます。おお、でっかくなった？はい。お3枚目調子いい。先生が今つけとるのともう1匹で10、でもこれ2つかけないとこれ全然追いつかない。そうだね。ってことはちっちゃ負けはなくなりましたと。今日超ベタなぎですよね。うなぎ。ないですよね。でも夏はねこんな感じよ。あ、そうなんですか。うんこれあれですか、夏ビナメって6月から解禁して、はい、そこからこうだんだんどうなっていくんですか。早いのはやっぱり6月から銚子飯岡、この地区が最初に解禁になって、この後九十九里片貝で大原。あ、そういう順番で来るわけですね。基本の餌付けから釣り方までちょっと教えていただけますか。個人的にはねやっぱね餌付けが一番大事かな。その次が棚のキープ。根がかりしたら釣れないんでね、やっぱり生き物なんでね、こうねこうかけるとねイワシは暴れてストレスがすごいんで、こう待ってるんですよ。こう乗っかるわけだ。そしたら掴んだらここにね線が見えるんですよ。まず親針をその線のところに合わせてあげる。で孫針つけるときが一番暴れるんで、水の中でねつけてあげると暴れても鱗が取れないんで、こんな感じ。この孫針をつける位置は背中でもお腹がってか下でもいいんだけど、まあイワシになったつもりで、ね、泳ぐとするじゃん。こっちに持って背負って泳ぐのと背中に背負って泳ぐのってどっちが楽かなって。背中の方が楽なような気がするんだよね。基本的にはさ、こうヒラメって下にいてイワシのお腹側を見てるわけよね。ここに何かついてるよりも背中につけてた方が見えにくいわけですよ。で狙うところってちょっと棚切って釣ってる時って後ろからじゃない、基本的にはこう腹渡ね頭よりから狙ってね抑え込むように食ってくるんで、個人的には背中の方がいいかななんて思ってる。ヒラメ釣り初めての時って結構難しいじゃないですか。餌ギュッて掴んで、そうだね。もう暴れてどうしようもなかったら水の中にこうやってつけちゃうとかね。つけて暴れてる分には鱗が剥がれにくいんで、まあ、要はできるだけ鱗を剥がさないように速やかに針がかけられれば理想なわけだから、ちょっともたつくようだったらあーと思ったらこうすぐ、特にこういう夏場のヒラメ釣りなんてのは水もあったかいし手がかじかむことないんで、まあ、そんな風に水も利用しながらねかけてあげるとより理想なかけ方ができるんじゃないかな。じゃあ続きまして基本の釣り方を1年通してさっき釣り方そんな変わらないってことだったんですけど、慎太郎先生のもうこれが基本の釣り方だよっていうのをお願いします。まずねこう、あ、ごめんなさい、質問1個いいですか。はい、重りはやっぱちょっとこうカラーがあった方がいいんですか。ヒラメ釣りで重りがね何の仕事をするか、まず速やかに海底付近に仕掛けを届けるっていうのが第一。その次に起伏のあるポイントを狙っていくんで、海底の地質竿先に届けてもらうための重り。重りってただ仕掛けを入れるだけじゃなくてそこを知るっていうための道具でもあるんで、で最後にその色のついた重り、僕ら釣り人の気持ちを高める。おそらく集魚効果っていうのは大なり小なりなくはないとは思うんだけど、気持ちを高めるために色のついた重りを使
使ってもらえれば。あとはやっぱその色のついた重り使うとやっぱ乗り合い線だからお祭りって増えてくるでしょ。誰がどっちってねほどく時にこの色のついたの僕のですってね、いろんな意味で色のついた重りっていうのは効果があると思います。で釣り方っていうか狙い方っていうんかな。どうしてもさヒラメって下にいる魚だから僕ら釣り人の心理から言っても仕掛けを下にねつけたくなっちゃうわけですよ。私です。そうすると何ってヒラメの罠がねあるわけですよ。根がかりというね罠を。もちろんそこはやっぱりねこう起伏あるから棚をキープするのにも探さなくちゃいけないんだけど、探す時にねちょっと竿先見てくれる。今これ重りが吊るした状態、重りがこうそう下げていくとここでつきます。これ今ちょっと数センチ浮いてます。これがねキープできれば一番理想なんですよ。そこを探す時に竿先がまっすぐに戻っちゃう、こういうね底の取り方してるとどうしても重りがパタって寝ちゃうね。トンパタって寝ちゃうわけだ。でずるって引きずるのね、船が流れてる。そうするとトラブルの原因なわけですよ。根がかり。根がかりばっかりしてると今度当たりだか根がかりだか分かんなくなっちゃってね、その日一日後半ね釣りにならないとかね、よくあるあるの流れなんだけど、ドンパタって要は竿先がねピドって戻るようなねそこの探し方はしないで、できるだけ繊細に穂先だけを自分が見てそーっと、もうこの釣りはねすごくスローでいいと思う。イワシがこうやって泳いでるからそれをドンってやってドン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 って餌が動いちゃってゆっくり上げてそーっと下げていきながらそこを探していくわけです。ドンってついたらそこなんで重りが立った状態、これをね意識してねやれるようになるとおのずと当たりというものが明確に分かる。まだねもう一個あるんだよ。画面ですよ。探検丸ね。探検丸の映像を見ながら重りからの情報、手に伝わってくるね重りからの情報っていうのを照らし合わせていくわけよ。そうすると水深が浅くなったりなんかするともしかすると岩場かもしれない。目で見ただけじゃ分かんないけど重りが底ついてるわけだから金属的な感触の音が手に伝わってきた時には岩なわけで、ソフトな感じでねこういう感じのね音だったら砂地だったりねで大きく分けるとそういう見極めができるんで、探検丸の映像と手に感じるもの照らし合わせていくとおのずと当たりが出るところが来ます。これが最後の当たりを出すところまでがフィニッシュです。でかけるかけないっていうのはやっぱりねその時のそのヒラメの食い方にもよるし、自分の釣り急いでるのか急いでないのかってね、その気持ちの問題の面でもあるんで、僕が伝えられるのはその当たりをつかむところまで、かけるのは自己責任です。なるほど。ドラグってどのぐらいで設定してます？ドラグはねだいたいね 1.5 キロから2キロくらいっていうのは、あんまり締めすぎちゃうとヒラメって口が大きい魚でしょ。普通の魚はこうやって首振るわけだ。ヒラメってこう首振るわけよね。でガバッて開けてガンガンガンってやると外れちゃうんですよ。あんまりドラグ締めすぎちゃって無理に上げてくるとたるみができるわけよ。うねりもあるし、巻いてる時にうねりで竿が持ち上がった時にちょっと滑るくらい。ヒラメのサイズにもよるんだけど、サイズで言ったら1キロから1キロ半、2キロサイズのヒラメとのやり取りの時はだいたいね 1.5 キロくらいで上げながら滑るくらいでいいの。そうするとテンションが抜けずに重みがかかった状態でスーッて上げてこれるんで、要はヒラメが暴れないわけ。暴れさせないように上げてくるのがやっぱり一番理想なの。どうしてもねガガーって暴れちゃうし、暴れちゃうっていうのはやり取りがあまりうまくない。暴れさせないように上げてくるのは竿のこのね調子とためとリールのドラグをうまく利用しながら滑らせながら上げてくるとおとなしく上がってくるんでバレる率だからドラグ設定はだいたい1キロ半から2キロ。じゃあいざヒラメかけました、はい、でかけた後のファイトの注意事項といいますか、だからさやり取りしてる時にどうしても抱えた状態で頑張ろうとするじゃん。どうしてもたるみができる。そうすると暴れちゃうわけですよ。だから普通にスタンディングの構えでここにそれでねやってる人いないです。いないでしょ。この方が楽だし、で竿を気持ち立ててあげると竿が全部吸収してくれて、それに耐えられない分はドラグが滑ってくれるから、この構えで上げてくればいい。ここですよ皆さん。こうやって抱えてあげてくるから大変になっちゃって、竿がこっち向いてるこっち向いてる。普通に上げられるサイズはねいいんだけど、やっぱねちょっと大きいと強いじゃん。そしたらこの構えで、そうするとこういうグリップが生きるわけですよ。あとは竿取り入れてくる。やっちゃいけないのはさやっぱりポンピングだよね。どうしてもねやりたくなっちゃうんだよ、重たいから。それはねやっちゃダメですね。先生仕掛けは自作ですか？でハリスと
とステートって何号ぐらいにしてるんでしょうか？ハリスは基本的には6号、この外房海域はね。でステートのは3号。ハリスは長さはだいたい80で、ステートは40。だいたいまあ仕掛けの半分くらいの長さ。なんか幹と先生はこれは直結みたいな感じになってるんですか？先糸がついてるこの状態。聞こうと思ったのはなんでかというと、やっぱりヒラメ釣りの市販の仕掛けって結構上の糸が長くなってて、取り込みする時にこう負けなくってバラすということがあるわけですよ。だから結構私は短くカットして使ってそれはねたんです。最近ね、要は単道が主流になってるわけですよ。昔は要は3メーターとかさ E7 とか長竿でヒラメ釣りやってたんだけど、サルカンをつけたウェイトをつけちゃうと竿が短いから取り込めないわけですよ。だから要はリーダーというものをそのまんまウェイトと同じ意味合いで装着しとけば何の問題もないわけですね。巻き込めるから。要は先糸って行き箸やん。だからどうしても P だとそこについた瞬間にグニュ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 ってすごいたるむわけです。そこに絡みやすい張りのあるラインをこう1本上に入れといてあげるだけで一周回っても抜けるわけですよ。 P 直だとどうしても失敗するとグリグリになっちゃって、要は絡み止め一番のメインは。ちなみに号数は何号ですか？基本的にはハリスの太さでいいかな。6号を使ったら6号、8号を使ってたら8号。じゃああとはタックルの選定についてちょっとお伺いしたいんですけど。タックルね、ヒラメ釣りはさ基本的に大きく分けると73調子か64調子、その2アイテムが主流だと思うんですよ。個人的にはやっぱりこう起伏のあるようなポイントだったりなんかっていうのは73調子。瞬時にこう際どいところ攻めていった時にやっぱりこう情報欲しいしポンって切れるように操作性の良さとかね、仕掛けや重りからの情報の量の多さっていうと73調子の方が手に伝わってくる時間が早い。いろんなものに対しての回避ができるっていうのと、あとやっぱね当たりがってからのかけやすさっていうのも一つあるかな。基本的にはだから73調子がおすすめ。ただ個人的には今ね64調子に変えたんだけど、64調子の方がやっぱ竿曲がるんで面白さっていうのは64調子の方がいいかな。だからこんな時64、あんな時73とかっていうくくりは個人的にはあまりないかな。すごい起伏の激しいところを本気で攻めていかなきゃ釣れないみたいなポイントだったらやっぱ73調子。今日なんかも横流しであってとか、そんなにね起伏の激しいところを攻めていくわけじゃないんで、ちょっとね64調子みたいなのでねこうちょっとゲームチックにもうヒラメの前あたりからねかけるところまで楽しむ。超過を上げたい方におすすめなのは73。へー、なんかずーっと6464って使ってたので、はい73の方がいいんですね。73でもいろいろあるんでね、73って書いてあってもちょっと入る73ともうガッチガチの73と個人的にはちょっと入るような73調子。今日慎太郎さんが使ってるロットは一番最高峰のもの。残念ながらこれ2番適種なんですよ。あその上にさらにこれバイオインパクトでしょ、はい開口っていうシリーズがねもうさらに上のクラスがあるわけですよ。今回はバイオインパクト。バイオシリーズって個人的には好きなんですよ。この竿はさやっぱりさよく言って感度がいいとかさ、なんか操作性がどうこうとかさ、なんかあんまりそんなこと言いたくないんだけどさ、とにかくねこうね情報量が多い竿。今回ねシマノってさ船竿って最近ずーっとカーボンソリッドを主流にさ穂先って仕上げてる竿多かったんだけど、この竿の穂先ってさカーボンなんだけどチューブラなんですよ。ソフチューブトップとかってねなんかそういう名前がついてるハテナマークでしょ。カーボンなのにねソフトな感じしなやかに曲がる仕掛けの落ち着きがいいのよ。73調子でもこう船の揺れでこう暴れちゃうじゃん。この竿はね意外とねこう竿先で吸収してくれて仕掛けが落ち着くんでこういろんな意味で当たりを探すとかなんか底を知るとかすごく分かりやすい穂先にして大絶賛。バイオインパクトライトヒラメはおすすめですね。は最新モデルはバイオインパクトのでかい子はちょっともう今もう旧モデルっていうか変わってないんで、開口よりもいろんな中身が詰まった竿に仕上がってるのがこのバイオインパクトです。なんかジャパネットみたいじゃないこれ。最近変わったのはグリップ。今までさエキストリームガングリップってさここになんかこう引っかかるところがついてない平らなグリップだったんだけど、今度ねテクニカルガングリップ指かけられる。指かけるとねこう手首が前に出るのよ少し。はだからちいちゃんなんかもうちょっと慣れっとさこういう使い方ができるようになってくる。い。ライト系の竿はこっちの方が操作性が良くなる。で魚食ったらそのまま手のひらにドスって乗せて巻いてくると
結構楽ちんに操作的に。あ、これはこれ習った？今まではさ、こう脇にかかいたりなんなりするとなんかすごく伝わりがいいようなイメージがあったんだけど、本当は竿先にこうピンピンピンってきたのがここに来てここで増幅するのよ。増幅して手にね大きく返ってくる。それがねこのカーボンモノコックグリルだから攻めれるわけよ。なるほど。攻めのひらめ釣りなわけですね。根がかりしてる場合じゃないんですよ。はい。あ、やだった。あー、ごめんね。わかんない、それわかんない。ヒラメの形なんですよ。お、見えるんじゃない？でかい。おー。あ。おー。あ。なかなかのでかくなった。はい。あら。でかっ。どうしたの？何キロだ。赤いところ赤いところ2.4くらい。2.4。あ、いいサイズですね。夏ヒラメってちょっとこう難しいのかなと思ったけど、当たりたくさんありますね。今どうやって釣ったんですか？そろそろなんかそのどうやって釣ったかをさ教えてよ。どのぐらいで待ってるの？ここで待ってない。もっとちょっとだからもうトンのちょっと上でこの竿がカンと取れるから魚の当たりって分かる。なんかおかしいな。根がおかしいですか？あれ？なんかやらかしちゃったかも。怖い怖い。魚でしょ。それだって俺に食った魚だよ。なんか今急に横取り系で来ましたよ、これ。上げたタイミングでなんか切っちゃいました。大事なのは鈍感力。おいよ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ根がかりだと思ったっしょ。ドキ。はい。4枚目釣れました。1.5 キロ。あれもしかして大きくなったの？あれ今なんかやべ。いや今なんか私もあれと思って。そば向いちゃう。感力だよね今日。ここに当てちゃうの。でこう巻いてくると結構落ち着いてね、大きいヒラメはね。そうすると暴れないで。あ、絡んでた。はい。ああ。食べた。やば。おいしょ。誰も応援してくんないんだね。ちっちゃい声で食べたって言ったんだけど、誰も振り向いてくんなかった。ちょっと待ってください。食べたわ。カモドリこれさ、よくこれで船長すくってってやるじゃん。はいはい。こうじゃないのね、ヒラメはね。必ず釣り人がたまに持ってってあげる。そうするとばらさずにすくえるわけよ。これもね、最後のフィニッシュで一番大事なんですよ。ぐるーって回してスーって流してあげる。たまに入れてあげる。ヒラメは自分で誘導してやりましょうってことですね。そういうことです。はい。いいサイズです。マンドルでもないよね。こういうの美味しいサイズぐらいって感じ。こっちでしょ。はい。これ1匹で刺身でしょ。昆布締め、それと天ぷら。背中は割と肉もあるし、身もしっとりしてるんで刺身だったり、昆布締めだったり。お腹の方はどっちかっていうとやっぱりギュッて締まってるから揚げ物系、フライでもいいしね、天ぷらでもいいしで使い分けると裏と表でヒラメ三昧ですよ。まあどっちかっていうと釣りより料理の方が俺うまいと思う。じゃあどっち行こうかな。引っ掛けてください。また難しくなっちゃうかな。ちっちゃ当たってね。待っているか？
あ、いるね。あー、いやおー俺なら合わせてあげたー、合わら。せます？俺らはもう多分あれ口の中入ってるもんあるよ。さっき先生がやってたここだ。それで巻いてみな。あ、楽でしょ。むちゃくちゃ楽ですね、これ。あ、これめっちゃいい。なんか安定、ベルトコンベヤのように上がってきますけど。ありがとうございます。あー、はい、5枚目です。あ社長が当たってると思うんだけど、こういうとこがね、つまんないとこだから、仲間っていうところがいいのがいいかもしれない。わかんない。ー、そうでしょ。やっぱ待ち時間長めなんですかね。だって結構待っててもね、抜けちゃうもんね。あとはさ、食わす棚高めでちょっと上の方で食わせられると食い込み早いかもしれない。あどうしても下で食わしちゃうじゃん。あ、そうですよね。当たりが少ないからさ、うん、そうするとヒラメそこについちゃうじゃん。そうするともうゆっくりなんだよね。そうですよね。上で食わしてるとさ、早くほら食べちゃって下に下がりたいからさ、食っちゃったかな。お、見ました？うん。はい。残りラスト1時間になりました。いますよ。あ、かかった。入った。そのタイミングで、よいしょああ、先生にヒット。良さげですか？優しいね。あ、優しい感じで。おお。はい、夏の子が来まこいした。つこのサイズが釣らなかったんだよ。このサイズがかけられなかったの。餌ガジガジの正体が分かりました。おお。この重りが効いてんじゃない？あ、ピカピカして。これ。うわ、おお、ドンパク。おお。来た。落ちてる途中にもう多分食ってました。よいしょ、すいません、ありがとうございます。おおお。それまた合うものじゃね？ありがとうございます。めっちゃ元気ですね、本当に。俺も青物釣りたいの。あ、食った。ああ。これはヒラメだ。わ。最後にドラマティックだ。おお、来た来た。ヒラメだ。あ、いっちゃおうかな。おいしょ。はい、あらー。おお。イエーイ。さすが。釣れたね。ラストで。もう最後だって終盤ムードで。なんかヒラメじゃない魚も混ざり始めて。ね、青の増えてきましたね。釣れる時はね、こうやってね、釣れるんですよ。ああ。走れ、走れ。トライアスロンみたいになってきた。やばい。救えるかなこれ。あ、一匹来た。一匹で、一匹で、一匹で、一匹で。ラスト1頭かと思われます。イワシがめっちゃ元気や。ちいちゃんすごい当たってる。おお。頼むよ。いいかな。俺なら行っちゃうけどな。今のヒラメだって。完璧ヒラメだね。合わせがさ。まだまだまだ。お。生きてるよ。いる？お疲れ様でしお疲れた。様でしお疲れた。様前半のはい勝負なんですが、はい5匹だとちょっと尺が持たなすぎるということで10匹に変更させていただきました。はいその結果、なんとしーちゃん勝利。おお。
さすがやっぱ自信あるって言っただけありましたね。いやいや、すみませ3ん。枚と1枚3枚で1枚。で、まあなんでしょうね、後半この内容的ないろいろ見ると、はい。なんとも言えない、まあ尻つぼみ。スピード勝負ってはい運要素も結構あると思うんですけど、はそれがこう長時間になってきた時はに当たりの量とかちょっと腕の差が明確に出てきたなと。慎太郎さんが5枚、ちーちゃん5枚、はで僕4枚、はい吸ってるんだよ。けどなんだろう、このみんなからああしなきゃダメこうしなきゃダメって言われてるこの姿は。しかも最後の最後にねうんバラすっていう、は当たりの数の差っていうのが、はいやっぱその技量の差みたいなところになってくるんですかね。やっぱりヒラメ釣りで大事なのは2つであって、まず一番大事なのは餌の扱い。ちーちゃん今回ね10匹うまく扱ってヒラメ釣ることができてるわけだし、餌の扱いとやっぱり最終的にその棚のキープで重りの先っちょだけで繊細にこうそこを探しながらキープできると、もう多分3枚4枚釣れない。前回とちょっと同じ質問になってしまうんですが、はい。ちーちゃんの何がダメでした？雑だね。やっぱりね。雑。一緒やん。なんかせっかくすげえ竿を使ってるのにさ、あの竿ではちーちゃんの雑さはカバーできなかったね。またそこがねたまらなくね面白く見てもらってると思って、今後もねこの雑さを生かしていやちょっと待って所作ですか。繊細、腕のさ曲がるところを全て使い切れてなく、こうどっか一箇所だけで操作してるっていう丁寧に、はい今後の課題ですね。はい先生。じゃあ次回はなんとですね、ゼニス遠征ということでおお、やったね。酔うなよ。酔ったらどうなんのこのチャンネル。酔ってもやります出出るしかない。そそうだね、社長が大体だね。ゼニス。の時は教わったイサキのコマセワックもはい。いきますよね。ああ、そうですね。まずほら餌を釣ったりとかさ、まあ最終的に狙うのはでかいカンパチ。イサキ釣りで餌となるは重くはい釣って、はいはいはい。その餌をカンパチに食わせてこういうヒラメで教わったはい。泳がせです。作業です。あちゃんともうつながってる。繋がってるんでああなるほどなるほど。は味付けですけど。す。うまくね、こうストーリーできてるんですよ。一応慎太郎さん一部完結編ということで。今日はもうとっても勉強になりましたんでありがとうございました。ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますのでそちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。